最強装備が揃うと一気に神ゲーに化けるゲームの RTA、始まるよ。早速ですがスタートです。本作は1986年の12月15日にアイレムから発売されたアクション RPG です。7体のボスに守られている魔性をすべて燃やし、最後に魔王を倒すことがゲームの目的となります。本作はアクション RPG ということで、戦いの中で時期を強化していくことができます。その一つがこちらのライフアップ。取れば最大ライフを10増やせますので、見かけ次第拾っていきましょう。中ボスは剣を連射するだけで完封できます。はい、楽勝。そして中ボスのサーペントを倒したら、何もないところに触ることで迷宮にイン。そしたらすぐ真上の部屋に入りましょう。このフロアにはタワーという、縦に並んだボールみたいな敵が出てきます。この子は本来49回も剣を叩き込まねば倒せないという非常にタフなお方です。しかし、密集している間に攻撃を当てることで剣が複数回ヒットし、楽々倒すことができちゃいます。倒した敵はラダーという通貨を落とす場合がありますので、まずはこの場を使って大量のラダーを稼いでいきましょう。ということでおよそ7分間この作業が続くので、早くも倍速させていただきたく。ところで本作ですが、海外でもデッドリータワーズというタイトルで発売されています。その人気ゆえか、スピードラン .com を見たところ実に11名もの奏者がおりました。先駆者はみんな海外兄貴ばかりなので、その記録はいずれも海外版でのものとなっているのですが、プレイ動画を見た感じですと、海外版の方がアイテムのドロップ率が高く設定されていそうでした。実際に自分で海外版をプレイしたわけではないので目測ではありますが、自分がこの稼ぎに7分費やすのに対し、みんな4分程度で終わらせていたので、ですのでこれから本作の RTA に挑戦される皆様は海外版の購入を検討してみてはいかがでしょうか。おっと200ラダー溜まったら一旦右のフロアにあるショップにインしましょう。そして汗水垂らして稼いだ200円を全部使い、オレンジスクロールを2枚購入するなり。買い物が終わったら再び稼ぎ場に戻り、あとスクロール3枚分、この作業を繰り返します。注意点として、マイヤー王子は250ラダーまでしか持てないので、稼ぎすぎて溢れることがないようにしましょう。さてこの作業、単純なだけに、操作ミスがなければドロップ運と連打力だけがものを言います。ドロップ運はどうにもならないので連打を早めていきたいところですが、自分の連射力は迷宮組曲のタイトル画面で100以上の数字を出せない程度。ってことで連射弱者なりにどうにかしようと考え、禁断の両手連打を解禁して RTA に挑んでみたりもしました。その結果、操作が忙しくなったせいでミスは増えるわ。ミスしなくても結局ドロップ運に恵まれなければ速くならないわでまさにハイリスクノーリターン。おまけに爪が皮膚からバイバイ仕掛けてしまい、プレイを途中で断念せざるを得なくなりましたので、この方法だけはやめた方がいいと思いました以上。さて稼ぎはもうちっとだけ続くので、迷宮についてでも。迷宮は全部で10箇所あり、目には見えない何かに触れることで前触れなくここへワープさせられます。迷宮内には今飼っているタワーのような稼ぎ要員や、アイテムが買えるショップといった有益な要素もあるのですが、ここで注意したいのが二頭身の敵の存在。でかい敵は基本的に強力で、初期状態裸同然のマイヤー王子を2、3発でほふる力を持っています。おまけに出現位置が上の入り口付近にあるせいで、位置によっては部屋に入った瞬間ぶつかってしまうことも。上から侵入すると同時にこいつらにはめられて瞬殺。というのは魔性経験者の誰もが味わわされたことでしょう。ですがこの理不尽とも思える事故への対策。説明書にはしっかりと書かれておりました。それがこちらです。地下迷宮は、マップを作って道を開こう。地下迷宮のマップには、魔法陣や敵キャラも書き入れておくと便利。ということで敵を書いた自作マップを作っておけば同じ場所で瞬殺される未来は防げてしまうのでした優しい。ちなみに迷宮は上下左右でループするのでマッピングの難易度は高いです。書き損じに注意だ。そろそろ稼ぎが終わりそうなので、5枚目のスクロールを買いに行きましょう。ショップ前のスライムは稀に体当たりをかましてきます。ぶつからないよう祈りましょう。
そしてオレンジスクロールを買ったらすぐに使用。するとあら不思議。長い道のりをすべてカットし、一気に回廊までワープできちゃいます。ここからは7つのエリアを順に登っていくのですが、まずはグラッドウィングの打倒を目指します。各エリアは、アウトサイドとタワーとボス部屋の3つに分かれています。ここ神ブレーキ。アウトサイドは今画面に映っている、斜め移動を要求する階段がたくさん置かれた素敵なステージです。階段を登るときは、王子の移動速度が低減してしまうというリアリティ溢れる仕様も完備。ゲームにリアリティはいらないって？本作ではリアルと違って階段で突き飛ばされても転落死なんてしませんやったぜ。まあ階段以外の場所で転落死することはあるんだけどね。このオレンジの雲はランダムな感覚で急に降ってきますが触れると50以上持ってかれます。気をつけよう。ということでタワーです。途中でアーマーを手に入れられるのですが、まずはボス部屋を目指します。ここリセポイントです。ランダムに動きつつぶつかってくるスモールゴーストと、超速超威力ショットを放ってくるエアタイガーに殺されないよう祈りながら対処しましょう。ちなみにはしごは右下に立ってから上入力するとスルッと登れます。時短テクニックですね。上のはしごの両脇でグライムが往復していますが、安定のために倒しておきます。この辺を無理して突破しようとして何度も死にまくってるので慎重になっちゃうのも致し方ないね。ってことでこの先かなりのリセポイント。チビゴーストの対処が遅れると、上にいるエアタイガーが狂ったようにショットを乱射してきてタイムと命を奪われてしまいますぞ。とはいえここは慎重すぎ、接近して連射した方がいいですね。なお王子は画面上に一発までしか剣を投げられません。故に一発目を外すと完全無防備になり一気に大ピンチ。そのまま敵に絡み殺されるというのは魔性あるあるの一つでしょう。逆に一発当てれば大抵の敵はひるむので、いかに射撃を外さぬよう祈るかが腕の見せ所ですね。ということでボス戦です。一発で48ダメージも受けちゃった。痛い。でボス攻略法ですが、左下からひたすらボスかボスの周りをブルブルしている炎をめがけて剣をぶつけていきましょう。左下にいれば大抵の攻撃は当たりませんが、安全地帯ってわけではありません。鋭い感じに避けていきましょう。なおボスが無数に飛ばしてくる火の玉に剣を当てても、本体にダメージは入りません。本体かぐるぐる炎に当てていこう。ってことで、やってる本人は集中しっぱなしですが見る分には実に地味な攻防戦をしばらくお楽しみください。はい、なんとか楽勝で勝利。そしてボスを倒すとエビルベル。元い魔性を落としますので逃さずゲット。終わったら歩いてタワーまで戻りますぞ。この辺にいるエアタイガーは弾を吐かない個体なので、臆せず突っ込んで OK です。すでに体目のタイガーを処理した後は、さらにはしごを下に降りまして。ここだよここ。パラレルゾーン突入。そして画面が出たと同時に上に行ってからすぐ左下に移動。この位置はアンチなので、超高速かつランダムな動きで一発40ダメージ超えの体当たりをかましてくる卒業ゴーストどもはこの場で倒していきます。一体は上に消えてくれたので、他を処理したら下へ降りていきましょう。なお事前に画面を少し上にスクロールさせておかないと、はしごを降りようとした時に上に消えたゴーストが戻ってくるので注意です。で下に行けば超高速グライム君が3匹邪魔をしているので適当にあしらいまして邪魔だ来るな。右にありますは最強防具の一つ、ハイパーアーマーです。最後のゴーストを殺し次第あちらを取りましょう。ゲットしたらすぐメニューを開いて装備し、オレンジスクロールで回廊へ帰還。戻ったら真上にある聖なる炎へ向かい、ボスから手に入れた魔性を燃やして参りましょう。聖なる炎で魔性を燃やすことで、ヒットポイントを全回復することができます。ちなみに燃やせる魔性を持ってない時に聖なる炎に触れると逆にダメージを受けます。なんで？さてこの時点で40回は再走していると思いますが、地獄はまだまだ続きますぞ。そんな具合に2つ目のエリアへ。このエリアのアウトサイドは動きの遅い敵ばかりなので、丁寧に進めていればノーダメージで突破できることでしょう。そういえば先ほどパラレルゾーンの奥地で入手したハイパーアーマーの効果ですが、
これを装備したことで防御力が6、つまり被ダメージが6ほど減少します。これだけ聞けば、最強の防具を着ておいてこの程度かい、と落胆するかもしれません。が本作の防具は鎧、盾、兜の3つに分類されており、複数の部位に防具をつけることで、一気に防御力がアップする仕組みになっています。最強防具を全身にまとえば防御力は62、これだけあれば安全かつ大胆に探索ができるようになりますぞ。ってことで、まずはこれら3種の防具の調達を目標に進めております。ゲーム画面ですが、右のファイヤーデーモンは弾を吐く個体なので危険です。かといってはしごの下からちまちま倒すのでは時間がかかりすぎるので、こっちに撃ってこないよう祈りながら突撃していきましょう。ちなみに二等身の敵の当たり判定は上下に分かれており、上側に攻撃を当ててもひるませられません。というか上下で体力も別々になっているので、実質2体の敵が繋がって歩いているものと考えてしまっていいかも。あ、ここ右にシークレットルームありです。画面が開けたら右に攻撃連打。今回はうまくさばけましたが、稀によくスライムが上を回り込んできて最悪殺されます。ただただ祈りましょう。というわけで今の隠し部屋にてマジックメイスをゲットしました。これは次の防具を取る際に必須になるため、このタイミングで入手しておく必要がありました。ではこのエリアで取るべきアイテムは取りましたので、ボスを倒しに行くとしましょうか。入ったらすぐ左へゴー。この子ですが、動きは決まっているためタイミングを見て右と左を行き来しながら戦っていきます。ただ火の玉の間隔や方向はランダムなので、一気の際に狙撃されないことを祈りましょう。うっかり被弾すれば一発で42ダメージ、しかも連続でヒットさせられる可能性もあるので、できればノーダメージでいきたいところです。では決着までまだ少しかかりますので、今のうちにマジックメイスの効果について説明しておきましょう。こちらを使うと、しばらくの間王子の周囲をメイスがヒュンヒュン飛んで攻撃してくれるようになります。使用中は剣が投げられなくなりますが、その分攻撃速度は圧倒的。超高速で動く、大量の強敵が一気に襲ってきた時は、きっとこのアイテムが役に立つことでしょう。具体的には、この後すぐに出番がありますぞ。はい、ノーダメージ余裕なんだよ。ボスを倒したら、今度は即スクロールを使って帰還しましょう。スクロールを使う際、さっき拾ったマジックメイスをうっかり使わないようにね。で本来は魔性を燃やしに行くのですが、今回は体力が満タンだったのでそのまま次のエリアへ直行。この先、最大の運ゲーが待ち構えています。炎を倒したらマジックメイスを使い、開幕右下にあるシークレットルームへインし、ただ祈りましょう。対処法はそれだけです。あう。一発食らって46ダメージ受けましたが幸運にも無事生存。そしてシールドオブキングをゲットです。嬉しいね。盾を入手した後は一旦外に出て別のエリアへ向かいます。なお今の隠し部屋での勝率はおそらく五分五分といったところ。4発食らえばゲームオーバー、3発ならギリギリ生き延びるものの RTA 的には終わりですので、頑張りましょう。はい、開幕と同時に左へ攻撃。このエリアのアウトサイドでは、超高速かつ不規則に動くコウモリが出現します。こいつは攻撃を当てるのが難しいくせに、一発外すと連続で体当たりを決めてはめ殺してくる大悪です。許すな。今回はうまく倒せたものの、運が悪い時は見切ったかのように剣を避けてきやがります。祈りながら攻撃していきましょう。あとは時々上から降ってくるスモールデビル君目も同様に触れると痛いので注意。一回ぶつかると最悪死ぬまで食らい続けますからね。あとは二頭身のキラーハウンドですが、こいつは1体目と4体目が炎を飛ばしてくる個体なので倒しておきました。そんなわけでしてタワーでございます。入るとすぐにスモールゴーストが上から来るので楽勝で対処して差し上げましょう。楽勝で対処。楽勝。ゴーストはね、悪い生き物なんだよ。画面端には来ないので、RTA でなければ対処しやすい敵なんだけどね。でこの階層まで登ったら、左へゴー。パラレルゾーン。まずはやはり左端に逃げ込み、安全地帯からゴーストどもを殺していきます。
鎧と盾を身につけたことで王子も少しは硬くなったものの、その防御力はわずか14。まだ強気になってはいけません。ここらの超速ザコゴーストどもはどいつもこいつも、疎火力の高い危険生物なので、ひとたび触れれば最後、死ぬまで絡みつかれることでしょう。ゴーストを一掃した後は、はしごを登りましてと見せかけて即バック。ここ、少しでも出遅れると超速クソゴーストに絡まれてゲームオーバー一直線です注意。なおゴーストどもの動きに規則性はありません。狙って攻撃を当てるなんてゲートは、未来予知を習得するか、もしくは魔性の研究が進んでゴーストの規則性が見出されるまでできませんので、当たることを祈りながら剣を投げることで対処しましょう。外せばその度に秒ロスだけど、どうにもならないのでしょうがないぜ。というざれ言をこぼしている間に、目的のブツが見えてまいりました。では安全を確保でき次第、あちらをいただくとしましょうぞ。はい、ハイパーヘルメットゲットだぜ。そして兜も身につけたことで、貧弱だった防御力は一気に62にまで上昇。こうなればゴーストどもの体当たりもさほど怖くありません。強気で突っ込むんじゃー。ってことで表世界へ戻ると目の前にボス部屋がありますので、中に入ればセンチピード戦です。開幕ちょっとだけ右を向いて連打。あとはこの位置に陣取って、虫くんが近寄ってきたところを刺して差し上げましょう。ここから攻撃すれば、しばらくは体当たりをもらう心配をせずに効率よくダメージを与えていけますぞ。なお防具を揃えたことで、ボスが出す火の弾のダメージは1から4にまで落ちています。しかし本体に触れれば一気に66持ってかれるので慎重に戦おう。というわけで魔性ゲットだぜからの即帰還。じゃ一つ前のボスから取ったものと合わせて2個の魔性を燃やしていきましょう。そういえば、最初に来た頃はふよふよ漂っているだけだった敵の動きが激しくなっていることにお気づきでしょうか。おっとその話をする前に、お次は開幕すぐ上に攻撃しよう。はい外れ、やり直し？今度はきっと。じゃ素早くて厄介なコウモリを安全に始末したところで、先ほどの話の続きなのですが、本作では魔性を3つ手に入れると、あらゆる敵が強くなってしまいます。ですので防具を揃える前に魔性を集めてしまうと、貧弱な王子のまま強敵と戦うことになってしまい苦労することでしょう。そして、最強防具を拾わずに進んでしまった場合はどうなるのかですが、あ、ここで囚われている哀れなモンスターを横目にシークレットルームへイン。やることは右に向かって連打、以上。盾のあった部屋にもいた黒コウモリがいますが、装備が揃っていればただのハエです楽勝。隠し部屋で入手したのはハイパーブーツ。これを装備すると斜め方向の移動速度がアップし、さらに階段で減速しなくなります。一見地味な効果ですが、プレイ感はかなり快適になっておりますぞ。さて、もし最強防具を拾わず進んだ場合の話の続きですが、最強防具はいずれも見えない部屋に隠されているため、初見では探せない可能性が高いですが、本作、一度魔性を拾って外に出ると、そのエリアの入り口が消失してしまい、二度と戻れません。つまり防具が置いてあることに気づかずそのエリアを攻略してしまうと、以降は一層ハードモードと化してしまうってわけですね厳しい。後半は最強防具が前提のような激しさになってくるからね、しょうがないね。ということでゲーム画面の方ではしれっとボコボコにされてましたが、最強防具なら余裕で耐えちゃうぜ。そしてライフアップの真上あたりにパラレルゾーンの入り口があるので、あそこに入りますぞ。ここのパラレルゾーンですが、真下に落ちている本物のカップを拾い、すぐ右にある出口から出るだけです。カップは、使うと所持ラダーを最大の250まで一気に増やしてくれる消耗品です。この後枯渇したスクロールの買い出しに向かうのですが、こいつがあれば稼ぎ作業なしで補充ができます嬉しいね。なお本物のカップは先ほど手に入れた一品だけ。一部の店では偽のカップが高額で売られているのですが、こいつを使えば、なんと所持ラダーが一気にゼロに、ひどすぎる。説明書には偽カップのことなんて一切書かれてありませんので、150円で買ったカップで250円を得ようとして騙された子供もいるはず。
これは、甘い話には裏があるという厳しい教訓を幼いプレイヤーどもに教えようとした結果なのでしょう。素晴らしい教えをありがとう。そんな話の裏ではとっくにボスと戦い始めているわけですが、この子はコールドキラー君。4体目のボスということで尋常でなくタフになってきている一方、こちらの武器はまだ初期装備なため、非常に時間がかかってしまいます。とはいえ、防具を集めるより先に武器を回収しに行くというのはあまりにも無理ゲーすぎますので、ここは我慢するしかありません。一応ボスの手前まで近づいて攻撃速度を上げれば、もう少しだけ速攻ができるのですが、無理した結果本体に接触して死んだことがあるので諦めて端っこからチクチクしています。安定プレイ最高。なお世界1位兄貴はしっかりギリギリを攻めて戦ってました。こういうとこで差が開くんだなって。とはいえ問題なく撃破。ではいつものように魔性を拾いましたら、さっき道端で拾ったカップを食べつつ、スクロールを使って回廊へ帰還しましょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。